今回は愛車自慢動画。解説動画を作る時間を確保するため、簡単に作れる動画で時間を稼ごうって魂胆です。でも自分の愛車について語るというのは楽しいもの。お時間ある方はどうぞご覧になって、次の動画を気長に待っていただければなと思います。こちらはイタリアのソメクというメーカーのアトムというフレームで組まれたロードバイクです。フレームは多分2007年モデル。アーシはだいぶ後になって、お店に眠っているやつからビビビってきたので買いました。当時はメーカー、あるいは商社からの完成車販売もあったようですが、これはお店の主人が組んだショップによる完成車ですね。これ、古いし、レアではあるけど決して高級なバイクではありません。でもアシが最初に買ったロードバイクで、一番大好きな自転車です。だから、愛車自慢ってタイトルなら絶対これだと思ったし、お布団で一緒に寝たいくらい好き。ラブがでかい。愛車自慢ってパーツ選定のこだわりとかを語るものだと思うんだけど、ショップのセンスが良かったから買った時からほとんどパーツ構成が変わってないんだよね。だから紹介してもアーシのこだわりじゃなくてお店のこだわりになっちゃう。でも紹介させてもらうと、ざっくりとした構成はアルミのオーソドックスなフレームにカンパニョーロのベローチェとケンタールのミックス、大理石みたいなカーボンクランクとキラキラのチェーンリングがめちゃかっこいい。リアホイールは定番のゾンだ。この自転車でインプリンティングされたからこの1カンパニョーロ比率が高いのね。ピヨピヨ。フロントホイールは手組みのダイナモホイールでちょっと珍しい。それ以外はオーソドックスだけど個々のパーツは結構珍しいです。というかソメクがかなりレアだからここの紹介を軽くさせてもらおうかな。ソメクは1973年にイタリアのルーゴでオリビエロ・ガレガーティさんによって設立された自転車メーカーです。ネット上にも情報が少ない小規模メーカーですね。多分この動画が日本で一番ソメクについて語っている動画になります。そのくらい情報が少ないです。シンボルはめちゃかっこいい羽馬のエンブレム。これはイタリアの伝説的なエスパイロット、フランチェスコ・バラッカ伯爵に由来するものです。伯爵の故郷はソメクの所在地と同じルーゴだそうです。この人をモデルにしたキャラが紅の豚に出ているらしいですよ。今度見直さなきゃ。有名なフェラーリのエンブレムも同じ由来ですね。よく語られるポイントは両ブランドで馬の向きが違うとか、フェラーリは尻尾の向きとか結構アレンジされているのに対してソメクはオリジナルに結構忠実なところとかです。どっちもかっこいいですよね。背景はチューリップを表していて、エレガントさ、耐久性、多様な色彩を示しているそうです。なんでチューリップが耐久性になるの？よくわかりません。誰か教えて。クラシック系のモデルには右のチューリップだけのエンブレムが使われています。とってもおしゃれですね。クラシック系のモデルにデジタルなエンブレムは面白いわ。ソメクですが、アーシの感覚的にはマスプロメーカーとフレームビルダーの中間的な立ち位置に見えます。大規模な生産工場は保有していませんが、カーボンフレームを含む多様なフレームを生産しています。カーボンモデルに関しては、一般的なモノコックフレームに加えて、チューブ接合によるカスタムメイドに対応しているのが大きな特色です。チューブ接合といっても、丸パイプをラグでつなぐクラシック超モデルではありません。画像右のモデルがそうですが、チューブを接着後に接合部をカーボンシートでラップして、オートクレームで硬化するタイプです。見た目はモノコックとほぼ区別つきませんが、黒盛りフレームのようにジオメトリ指定ができます。これをやっているメーカーってとっても少ないんじゃないでしょうか。アーシはいくつかしか知りません。しばらく日本に輸入する業者がなかったので入手ハードルが高かったですが、昨年から広島のショップが取り扱いしていますのでだいぶ入手しやすくなったと思います。価格も冷やかしで問い合わせるのがはばかられたのでよくわからなかったのですが、
取扱いショップができたことで断片的にわかるようになりましたね。それによるとカスタムメイドのフレームで80万円とかみたいです。高いですが、正直もっとすると思っていました。モノコックモデルならもうちょっと安いと思います。散々高級なカーボンモデルの話をしてなんですが、今回紹介しているのは、そんなソメクの一番お安いと思われるアルミフレームです。しかも現在はこのラインの製品はありません。フレームの年式は最初に言った通り、多分2007年。その頃は商社が日本に入れていたので、同時期の車両はヤフオクとかにも半年に1回くらい出てきますね。同社では最もお安いフレームかと思いますが、ハンドメイドインイタリーとしっかり書いてあります。その下に書いてあるのは創業者、オリビエロ・ガレガーティさんのお名前でしょうか。達筆すぎて全く読めません。素材は A7005、特別軽量なわけでもありませんし、ジオメトリや採用規格も普通な、質実剛健な手堅い作りかと思います。何もかも普通ってわけではなく、トップチューブとダウンチューブは累積型のちょっと珍しい断面形状をしていたり、シートステーやチェーンステーには綺麗な曲げ加工がされていたり、シンプルながら飽きが来ない作りです。塗装は素晴らしく、年月が経っても鮮やかなイタリアンレッドはとってもかっこいい。やっぱ乗り物は赤が一番かっこいいんだよな。飛び石で何箇所か塗装がかけてしまっているのは致し方ないですね。綺麗にリタッチできるならしたいんだけど、やり方がよくわかりません。小物を見ていくと、サドルもちょっと珍しくて、セラバッサーのノエム2000。これ、すごく足と相性がいいんだけど結構傷んできたのに代替品が見つからなくてちょっと困っています。ここまでほぼイタリアブランドね。フロントにダイナモホイールを入れたせいで薄まったけど、それまではほぼイタリアブランドと FSA だけで組まれてました。別にシマノアンチじゃないけど、この自転車にはシマノ部品が一つもついてないのも珍しいポイントです。ハンドル周りを見ていくと、現在は街乗りとちょっとしたツーリング用なので、サイコンはつけていません。ライトもブレーキに友締めするタイプなので、ハンドル周りをすっきりさせることができました。ハンドル幅は 380mm でちょっと狭め、これもインプリンティングされてるから380ばっかり使ってる。バーテープは変えたばっかりで、ちょっと似合ってないと思うけどもったいないから擦り切れるまで使います。ちっちゃいフロントバッグはイギリスのリストラップ製。ここはすごくお気に入りのバッグメーカーです。ちょっとボロボロだけど、こういうちっちゃいバッグがちょこんとついている感じが好きです。ここまで乗り味の話とか全くしてないけどいいの？乗り味？まあ普通です。乗り味の話すると、うさんくさくなるから苦手なんですよね。だからしません。最後に久々に重量を測ってみたのですが、9.5kg でした。さすがに旧世代感ありますね。重くなったり軽くなったりするものじゃないし。頑丈に作られている印象があるフレームですが、かなり酷使しているので、いつか割れてしまうかもしれません。そしたら泣いてしまうかもしれませんが、それまで大事に乗ろうかと思います。皆さんも愛車を大事にしてあげてくださいね。今回の動画はここまで。つなぎ快適な動画ですが、少しでも楽しんでもらえたら嬉しいです。普段は解説系の動画を中心にやっているので、初見の方は過去動画も見てみてくださいね。感想のコメントもいただけると嬉しいです。怖いから少ししか返信してませんが、ちゃんと全部読んでいますからね。それじゃ、この辺りで、バイバイ。バイバイ。